高松の締めといえば鶴丸ですから、ここ来たらカレーうどんめちゃめちゃうまい。美味しいよ。うまい。ここは絶対ここじゃないとっていう。オンリーワンです。営業が2時までやから5時ぐらいに寝るからさ、10時ぐらいに今の時間に起きて、普段は私がさっき出したいんで、まあ、4時ぐらいからその息子がうどんを練って。大丈夫。ほんで今から入れよう。これは削り干し。カツオ入ってるのはサバウルメメジか。この状態で何分ぐらい？だって色味もできるけん、時間でなくって飲んでみたらな、味でな分かるから。まあ黄色くなるんですかね、色の。みりんがちょっと、お酒少々ね。まあ昔のうどんやったらいりこだけだったんだしの。量の問題よ。ある程度入れんかったら。昭和56年開業して、今で43年目ですか。高校出て会社約15年勤めて、そばとか喫茶とかね、いろいろ考えたんやけど、まあうどんがええかな思って、他にもあんまりなかったし、昔は7時からもう朝の5時までやってたんです。朝の5時までやる。で最初昼と夜しょったんやけど、昼間あんまりお客さんおらんから昼やめて、だいたい2時でも閉めてます。
米はこだわって、はい、でこだわってます。キロ6000円超えばっかり。10キロ6000円ですか？うん、6000円超えてる。一日こんだけしか作らんけど、美味しいおにぎりを食べてもらいたい。量よく売るんじゃないから、これで終わり、売れたら終わりで。早い時間で全部夏になる時もあるし、おにぎり食べに来る。米屋さんが。この米でおにぎりとか食べてみたいとか言うて、牛すじとおにぎりはお得かなと思うよ。コスパがもう崩壊しとる。食材はね、やっぱりお金かけて米粉でも一番高い米粉作ってるから。晩なんで、お昼やったらね。昼はね、値段が安いからやっぱり安い材料使うようになるけどね。ありがとうございます。うどん屋さんとか
はやってないんですよ。いろいろ他の仕事とかしてたんですけど、よくわからんことだらけです。そこからずっと教わってますけど。すごいな。ここはあるやん。こんな。二口分コンロをこの方が炊けるのが早いんです。はい。7とこで。よかったんや。に合宿免許行ってき相手が大きいとこだった香川でしとんやと思って、そうなんや。手が続いているので危険です。あ、注文お願いします。大根が柔らかくなったら抜けるんですよ、串から。なんでこれで止めてます。ストッパーみたいな。でわからん。財布が違うのは分かる。仲いいね。
ロボットが握る時代やけあれはあれの良さがあるけどね機械で納豆作るより全く同じ処理作ったんだけどな変化がない人間の食べる人の味も舌も味も変わるやんなそれがやっぱりな機械ではできない良さがねお願いします。It's very good. It's 美味しい。
はい、牛しゃぶカレーになります。お願いします。お店には初めて来られたんですか？初めてです。は2つ目です。昨日で美味しかったです。はい。3番さんです。岡本君が並んだらちょっとそれでいいほなあれ普段やってたおにぎりあったもうわしも分かんないこれは出てるからね、重たいよね、30分ぐらい休憩行こうか。そうだそうだ。この間これで言ってた。お店にはよく来られるんですか？ここはしよう来とるもう長いよな。徳島から来よう。20代から来よったね。今日は何を頼まれたんですか？ここ来たらカレーうどんじゃん。みんな大概だろ。お味はいかがですか？めちゃめちゃうまい。美味しいよ。だから来るのよ。足運ぶ。普段うどん打つとき何を考えられてるんですか？美味しくなれ美味しくなれ2番さんお願いします。おいしい。うん。美味しいです。
旅行で神奈川からなんかもちもちで星がすごいあるなってサラサラで食べやすいかも夜でも食べやすいな3番さんお願いします。3番さんです。バンさんお願いします。カレーうどんと卵とエビ。カレーうどんにこうエビ天と卵両方なんだけど昨日来て美味しかったかなと美味しかったです。何軒目ですか？ 3軒目です。何を頼まれたの？カレーうどん。最高です。最高、めちゃめちゃうまい。最高や。締めやからな。あそこに行ったら。1番さんお願いします。うどんのお味はいかがですか？うまいです。まあ、本当に美味しかったですね。僕はね、九州は佐賀から来たんですよ。大将のご紹介で。県外の人が来たらアフターナイトみたいなんでね、やっぱり高松を楽しんでいただくのにちょうどいいという。それで下でちゃんと作ってらっしゃるじゃないですか。間違いがないという、そのご紹介しても美味しいっていうところです。
願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。何軒目ですか？ 3軒目です。高松の締めといえば鶴丸ですから。黄色の物体ちゃんです。人おらんけんもう場所覚えとるけん大丈夫やろ。美味しかったですか？はい、美味しいです。かけの台卵入りです。すいません。こちら山かけの冷やの台ですね。今日は旅行で。そうですそうですそうです。全然違う。こっちの方がやっぱコシある。うまいと。バイクで。はい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 。恥ずかしいですね。牛しゃぶください。結構長く通われてるんですか？私は10年ぐらい、彼とはもう20年ぐらい友達で、ほっくりする味だからいいと思う。帰省していこうか。ここは絶対ここじゃないとっていう。オンリーワンです。みんなね来てほしいね。うどん何食べる？いらっしゃいませ。こんにちは。お店は母が作ったんですよね。ふるさとに帰ってきたらほっとしてもらいたいっていう。母が急性心不全で亡くなっちゃって、店を潰すかやるしかないっていう県外にいたんですけど、家族を連れて主人もついてきてくれて、今継いでいるっていう感じですね。美味しい。少しでも引き継げるように頑張っているところです。
ょうど恵方巻きが終わったからね。これ手作りで作られたんですか？みおさん手作り。そうなんです。すごい華やかというか賑やかなお店が多い中で、うちはなんか映えないお店、昔と変わらない楽さっていうのがあるなっていうのをすごい感じてて、なんか本当に自然体でいいなって感じてます。お味噌汁から取ります。いりこと昆布とカツオの粉みたいなの。お味噌汁は何種類ぐらい具材が入ってるんですか？具材はその時にあるもの。これはね、大根の煮物をするんですよ。ちょっと大きすぎるなあいうとこなんかをちょっとこう削っていったとこの残りです。捨てるとこがないのよね、野菜は。残り物を絶対無駄にしないで全部使います。これはもう前のオーナーの時から。残った部分？もう切るんですよ。今野菜が高いでしょ。無駄のないように。前こと言った。よいしょ。高温に強い品種のニコマルっていう品種を作ってるんです。
精米師たちが一番お米美味しいのよね。必要な時だけ精米してすぐに炊くようにしてるので、ここの米の美味しいのはそこが一番。朝8時半ぐらいに出て帰るのは土日なんて言ったらもう12時回る時も全然ありますね。でもまあそれを理解してくれる主人とか子供たちとか周りの環境には人たちにも本当に感謝だなって思ってます。お店は母が作ったんですよね。車屋を父が経営してるんですけど、母はもうずっとその事務員として働いてたんですけど、ずっと小さい時からそれこそうどん屋さんをするのが夢だって聞いたんですけど、土地探しから始めて実現させた夢っていうのがレストランほの里だったんですよね。継ぐ気は全くなかったんですけど、母が急性心不全で亡くなっちゃって、店を潰すかやるしかないっていう、私がほの里の長女として生まれてきた使命っていうものを考えた時に、やらないといけないっていう県外にいたんですけど、家族を連れて主人もついてきてくれて、今継いでいるっていう感じですね。いや、島津にやっております。なんか最近月が悪かったよね。既製品はもう使わないっていう、使わない。それやっちゃえばもう同じ味になるし、誰でもできちゃうかなって思うんですよね。やっぱお味噌汁にしても出汁の美味しさとか、いろんな野菜とか、そういうのをやっぱ取って元気になってもらいたいっていう。それはお母様の頃から、そうですそうです。既製品って飽きると思うんですよね。毎日でも食べれる、そういう魅力ってやっぱ手作りにしかないなっていう風になんか年を重ねた今そう感じてます。ちゃんと取った方がいいで。メモってやった方がいいか。ね、使いになりましたよね。まだ上がりました。
ここの味付けいいの。何にもが美味しいんですよ。お店の接待にいいです。なんか自然だね。うまい。普通でいいです。そばの麺も入れていいですか？はい。いい？入れてください。お願いします。ハーモノデミです。ソースちょっとレタス敷いて、煮物入れて、手伝してもらったら、私、すみません、どうぞ。ご飯多めかな？お弁当一つ。6時VIP6名、千秋ちゃんです。うん、ちっちゃいのないです。じゃあ行きますか。あ、そこのせて。あ、いいよ。はい。ここ横。横、野田さんようにね。私の足が短いけんね、なかなか。したんだな、もう唐揚げは。上に、牛乳の横にほうれん草がなってて、エビマヨ。なんちゅう、こっそり鏡見るよね、普通。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。失礼します。今日さんビールはいらんのかい？あ、こんにちは。私がこれ運転するからずっと仙台からよ。でね、好きなのは冷凍食品を絶対使わんけんね。全部手作りで美味しい。美味しい。美味しい。この YouTube 全国版とか。今日はちょっと雪の影響でお客さん少ないんですけど、これはもう朝からずら歌ったり、ママとお話ができて気分転換になるような場所をここには提供しています。もうよく来てるよ。味が良くてね、従業員の方もね、感じのいい方で気楽に冷ませるんでね。この子がみんな帰ってるの？野菜炒めてます。はい、オッケー。はい。はい、野菜炒め。
入りますランチ唐揚げでオールワンです生姜焼きチーズチキン野菜炒めオールワンですはーいこれ唐揚げ加工ときますはい了解までどうぞはい大丈夫ですはい唐揚げでおかずが、小鉢がたくさんバランスがいいと思います。美味しいけど量が多いです。美味しいですか？満足です。はーいこちらはいあいいよいいよこれがねいやケンジっていうね、農産物いただきます大体な立ち上げるときにね、そうすればビビり相当作らんときなるやん学校早く終わったん？そうなん。いいえ、雪遊び気をつけて遊ぶいいの？後ろも空いとったけど、ここでよかった？地域の人たちに支えてもらってるなって常々感じてます。このふるさとでもこの私でも何かできることがあるんだったら何でもさせてくださいっていうそんな気持ちですよね。お待たせしました。何を頼まれたんですか？このサット定食ですかね。美味しい。もう 100% こちらで料理。今日のはほの里定食だったんよ。いつもね温かいものをねいただいてすごく美味しかった。
これで何枚分ぐらいになる？これで30枚近くにはなる計算です。また大丈夫だと思うけど。もう開業していいですか？大丈夫。一回片面2、3分焼いて返して片面5分焼いてでまた2、3分焼く。しぼんでしまうので、これは唐揚げ用に作って頻繁に焼いてはいるんですけど、ではまた連絡します。てっちゃんこっちで番号行こうかいです。持ってっていい？あ、そうそう。アップして自分が引いて取ったらプレーン取れる。オーナーはどんな方だったんですか？優しかったですね、みんなに。あんまり言うたら涙が出てくる。やっぱり無駄にしないお米でもきっちり使う。絶対下にこぼさないとかいろいろと。78です。59の時からですから。前のオーナーですね。ここに面接だけど、62来年になるんですが、構いませんかって言ったら、構いませんよって言ってもらって。働きやすいというか。そうですね、大事にしてもらいました。偉大な母だなって、偉大なオーナーだなっていうふうに思ってます。味もそうですし、お店のそのやり方、思いの持ち方、人とかだけじゃなくて全てのものを大切にするところ、やっぱ母が教えてくれてたことなんだなっていうふうに。だからうちのお店は今も母がオーナーで、この里のオーナーは一人しかいないっていう、もうオーナーありきです、このお店は。お決まりですか？はい、決まります。この里顔定食を3つと、チキン定食を1つと、チキンバスケット1つでいい？はい、で飲み物を。わー、いい香り。
願いします。これが和風チキンです。お野菜がたっぷり。大丈夫ですか？すごいね、これはやっぱいいわ。このお値段よ。エビのカルパッチョ。嬉しい。千秋ちゃんはね、裏メニューカンパチが食べれない。いや、すごい嬉しい。お茶の先生の生徒としてそう習ってくださっていて、今日は上海からお茶のお稽古に来てくださってます。全員常連で、あとずっと通っているお店。美穂ちゃんのお母さん、咲子姉ちゃんって私のいとこなんですけど、もう40過ぎてファミリーレストランをやりたい。って冷凍食品を使わないで、どんな年代の人が来ても「おかえり」って言えるような、そんなファミリーレストランを作りたい。そんなファミリーレストランは私の知る限りないって、そのままのを形にして何十年間ぶれない。オーナーさんはどんな方だったとか。ホスピタリティというか、一人暮らしのお年寄りにお弁当を届けたり、優しさの塊、あとパワーの塊。でも美穂ちゃんと似てるよね。そう、それでね、2階か3階洪水に遭ってるでしょ、ここ。あそこに白いラインがあるでしょ、あれがお水が来たラインなの。だけどね、絶対立ち上がるの。すっごい頑張りで、どこよりも早く復活させた。ただ仲良しだからって来るんじゃなくって、やっぱりもう毎日食べても飽きない。そしてね、お野菜がいっぱい、季節感もあるし、お味噌汁も具だくさん。お家に帰ってきてる感じね。なんかこの里来れて、このメンバーで。このメンバーで来れてる。本当嬉しい。怒られちゃうの。危ない危ない。23年になるのかな、今年。そうですね。母は、私が高校生で弟が小学3年生ぐらいの時に、こう立ち上げたんですけど、なんか最初すごい寂しいなと思ったんですけど、オープンした10月21日っていうのは、長男の誕生日なんですよね。で、この穂の里っていうのは、私の名前が美穂って言って、妹がいるんですけど、ゆりって言って、穂の里っていう風につけてくれて、一番下の弟の名前が慎吾って言うんですけど、ろをつけて心にしたんですけど、きっと母の中では仕事をしてても、なんかずっと子供を思い続けてくれてたんだろうなっていうのを、こう自分が今母親になって、改めてそう感じてます。お母さんのことがすごい大好きなんですね。なんか、毎日電話して、毎日 LINE して、母と連絡取らない日はないんじゃないかっていうぐらい、それこそ母が亡くなる日も電話をしたんですけど、その時電話に出なくて、なんで電話に出てくれんのやろ、お母さんと話がしたいのにと思っとったら、次の日になってもかかってこず、父が冷たくなった母親を見つけたっていう感じですね。今年の6月で丸3年になります。オーナーの時にはこうしてもらったのにとか、オーナーはこうやったのにってやっぱ言われて、やっぱこの里から離れていったお客様もすっごいなんか虚しくなったというか悲しくなったんですけど、この里をもう本当に選んできてくださるお客様、そのお客様を大切にして、そのお客様のもう期待に応えたいっていう、やっとそういう気持ちになれるようになったかなっていう感じです。やっぱ人が作ることによってやっぱそこに思いとか愛情も乗るのかなって、だからやっぱ手作りにこだわりたいっていうふうに思うんですよね。本当にほっとする、この里に帰ってきたらほっとしてもらいたいっていう、なんか少しでも引き継げるように頑張っているところです。おばあちゃんが調子悪くなってきて、じゃあ僕やるわと。今は自分と母ちゃんと2人でやってます。おうどんっていうか、ここ懐かしいうどんいう感じね。めっちゃうまいです。美味しいです。
ですか？天ぷら美味しいです。色がついとるところがまた。かけに天ぷら乗っけて食うんがやっぱりうまい。ありがとう。いらっしゃい。製麺とか、誰かに教えてもらったりとかは、自宅でね研究をしながら独学ですね完璧に。これが生地。よし。これを今から練ってくでいい。よし。して足で踏む足踏みと同じ感じで。あ、そうじゃな、そんな感じ。手と機械で。しゃあ。よし。いくんや。これでもう一回入れて。じゃあ、焼き地。最高のうどんや。よいしょ。これは今日寝た基地ね。スイッチオン。なかなかこうやってつなげて切るのは難しいんですよ。津田さん。
なんて私また猫も介護しないから見ないかじゃあら。もう私の知ってるおばちゃんはみんなおらんもん。だから早く死んでもらおうか。であとよいしょ。ではい、できた。これで金とこやで。いりこの油がようもう舞いすぎとん。よし、これでしばらく炊きます。おしにな乾かしに家の用事。だしはずっと今変わらない味を。こちらは今何をされてるんですか？これは冷たいだしを作りに今から井戸水に浮かべてきます。冷やかけとかぶっかけのだし、井戸水やきんめちゃくちゃ冷たい。天ぷらは大体何種類ぐらいあるんですか？7種類ぐらい。おごぼうとたけのことちくわ、スルメイカ、イワシ、鶏。時期によっては手長だこ。またうまいんこれが。うまいうまい。を誇る国内工場で生産されています。出してない。そうやっぱとっくりで湯煎しただしっていうのかな、うまいな。ご提供いたします。さらにこの価格に1万円足すだけでなんともう1セット2枚セットになって半額以もう建物もずっと、建物もずっとこの支柱とかはもう150年は間違いないっていう話は聞いてますね。場所も変わらず細々とやってます。お寿司買いに早くこんななくなるここの美味しいからな、そら豆がな行ったのがなあえて美味しいんや。はいはい。ぐらい。
何やられるよね。いやもう昨日も熱中症みたいになって。はい、ありがとう。お、ごめん、買い方違う。バル。もう好きなとこかけとってくれたら。いかがですか？美味しいです。香川に住んでてやっぱりうどん屋さん行かんかったら損した気分になりますからね、やっぱり。いりこだしですよね。美味しいですやっぱり。これはうまいね。お店にはよく来られるんですか？まあまあ。めっちゃ来てくれる。あ、本当ですか？大好きなお父さんです。お味いかがですか？いやもう美味しいですよ。おすすめか。そうやな。常連さんは卵うどんとかもうちはかけかな。かけに天ぷら乗っけて食うんがやっぱりうまい。そうそう、字が出てるやん。通りますよ。あ、ちゃんともう持ってるとんやな。食べやすいように。深いやん。あ、二人ともね、うどんも好き。ね。いやいやいや。ありがとう。かけとぶっかけの賞。これいかずつで。40歳以上のお皿がいらんの。たけのこ。あ、いい、ここで。はい、待ちます。あ、いい、ここで。はい。よいしょ。お願いします。よいしょ。ちくわももう。ああ、ごめんなさい、遅れました。
死亡リスクとその今話題的に状況なんじゃないかなっていうふうに。ごめん、ありがとう。死亡リスクが減るっていうところに繋がるのかっていうところは。ぶっかけとかけだとどちらがお好みですか？難しいところですね。どっちも美味しいから。だしうまいんで、かけかな。ぶっかけですよ。あ、こっち？うん。どっちもうまいけど。名古屋とか東京のうどんと比べていかがですか？コシがある気がしますけど、僕は。いりこだしが美味しいかな、香川はやっぱり。いらっしゃい。こんにちは。どうもお疲れ様でした。天ぷらは本来やったらイワシがあるんですけど、イワシがうまいんですよ。で、あとはこの鶏天ですね。鶏天も美味しいんですか？うまいっすよ。この塩コショウもアクセントになっとってね。で、だしにつけて食うのもよし、ソースにつけて食うのもよし。こう通われる理由みたいなのが。味もさることながら店の人柄ですよね。で、あとこのローカル感というか、そういうのがやっぱりですよね。おうどんって言うたらここ2、30年になりますけど、懐かしいうどんいう感じね。天ぷら美味しいです。色がついとるところがまた。すみません、お待たせ。はい、ありがとう。ごめんね。はい、ありがとう。はい、はい、ありがとう。はーい。ありがとうございます。ごちそうさま、ありがとう。あったかい醤油うどんです。よくお店には来られるんですか？ほぼ毎日ですね。仕事の昼休みとか、あと僕はもう休みの日とかでも店内が落ち着くのと、やっぱり一番はめちゃくちゃうどんがうまいことですからね。たまにはいいと思うからね。美味しいです。だしがすごい美味しい。あっさりしてやみつきになるかな。はい、ありがとうございます。もともとはな、丸亀城の植木屋さんやって、植木屋さんからその花屋っていう屋号をもらいました。そっから植木屋さんやめてうどん屋さんに、でもそっからもう代々とこう続ける感じですかね。大体150年ぐらい。僕でね、4代目です。まさるちゃんのちょっとまだ残ってる。いらっしゃい。えんな。で後でねまたうどん食べるんな。でな無理が言えるんで。はいどうぞ。お店の気に入ってるところとかありますか？全部です。マスターとな奥さんが言うとね。揚げとかたまたま熱いか。これじゃな熱いわな。暑いよね。
味しいです。美味しいです、美味しいです。はい。とっても。お待たせー。お願いします。本当、ふるさと帰った？もう帰れって言うた。そう。ああ、スパイクでもそんなさせられへんもんな。ドライバーが全然脳梗塞かなんかたまたまあれや梅ちゃんのマジかよあ、じゃあいいか、予備か。代替わりしたのが2年前ぐらいかな。ばあちゃんが調子悪くなってきて、じゃあ僕やるわと、やらせてくれ言うて、で今は自分と母ちゃんと2人でやってます。お客さんがやっぱりええけん、自分がこうしようってもやっぱ楽しいですよね。うん。